皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。朝からレッスンをして、昼からヨガのクラスに行って、今日はめちゃくちゃハードで心が折れました。心が折れました。本当に心がポキって、なんかめちゃくちゃ難しいポーズがあって、もう何してるか意味がわからなかった。意味がわかりませんでしたが、なんとかついていって1時間ヨガの受けてきました。はい。上手にはできなかったけど、1時間頑張りましたね。はい。そこはちょっと褒めてあげようかなと思いますが、いかがでしょうか？前のポッドキャストではね、日本まだまだ寒いんです、春が来ないんですって言ってたんですけど、あっという間に暑くなっております。今日は3月24日の月曜日なんですけど、3日前ぐらいかな、3月21ぐらいから急に暖かくなって、日中23度、4度ぐらいまで上がりましたね。もうジャケットいらないじゃん。薄いジャケットとかコートもいらないねっていうぐらい、半袖で歩いてる人もいましたけど、急ですね。なんかちょっとずつちょっとずつ暖かくなるっていうことはできないんでしょうかね。はい。まあ私は暖かいのが好きなので、イエーイ、ラッキー、ラッキー、やったーという感じですが、私の旦那さんは寒い方が好きだし、暖かくなると花粉症がひどくなるので、最悪って言っております。皆さんの地域ではいかがですか？はい。今日はですね、就活についてお話ししようと思います。就活。就活は就職活動の略です。就活。就活っていうと一般的には大学を卒業して一つ目の会社に入るためのテストとか面接とかそういうアクティビティ、イベントを就活と呼ぶのが一般的です。はい。一つ目の会社入って、この会社辞めてまた新しい仕事探そうってなった時は、就活というよりは転職活動という呼び方をしますね。今日は大学卒業してすぐ入社するための試験だったり、イベントの話、就活を話したいと思います。就活について話したいと思います。はい、私ももう就活しましたが、何年前ですか？ 10 年以上、もう10年以上前の、10年以上も経ってないか。はい、まだまだ経ってないな。10年近く前の話なので、今はそんなことしてないよとか、ルール違うよっていうこともあるかもしれないんですが、ちょっと新しい情報も調べながらお話ししたいと思います。まずですね、就活のスケジュールっていうのがあります。就活解禁っていう言葉があって、解禁って言うともうスタートっていう感じですね。はい。情報解禁とかよく言いますね。はい。なんか新しいゲームとかね、プロダクトが発表される時のその情報がみんなにリリースされる。その時を情報解禁と言いますが、就活解禁は、新しい情報ですと、今年は3月1日が就活解禁だそうです。何を解禁するかって言ったら、うちは新卒。新卒という言葉もね、紹介しなきゃいけないね。新卒っていうのは大学卒業してすぐの、新しい、はい、人たち、新卒と言いますが、新卒採用してますよ。こんな人を募集してますよ。とか、勤務条件はこんな条件ですよ。とか、そういった情報を
解禁する日です。ただ、どの会社もこのルールにのっとってるかっていうとそうではなくって、はい、この3月1日より以前に就活情報を解禁したり、就活の、イベントを開催したりしてるところもあります。あります。それがね、なんか大学生としては、なんなの、ルールがあるのないの、私たちはいつから就活始めたらいいのよっていう気持ちになってました。何が正解なのかがよくわからないまま私はやっておりました。はい。で、そこから採用活動が始まります。会社目線で言うと採用活動が始まるんですけど、大学生目線で言うと何をしてたかな？ ES をとりあえず興味がある会社に送ってましたかね。ES っていうのがエントリーシート。履歴書も似てるかな？同じような感じですね。自分の情報とか経験とか学歴とか強みとか弱みとか、なんでこの会社を志望するのか、志望理由とか、そういった情報を書いて企業に送るということをします。これも企業によって ES の中身で全然違って、そもそも手書きで書きましょうっていうところもあれば、デジタルでパソコンで作って送ってくださいというところもあれば、その ES の聞かれる質問がなんか独特な企業があったりとか、もう企業によってやり方が違うので、いちいち ES 作らなきゃいけないんですよね。今もそうなのかな？そうだと思うんですけど、なんか統一してくれたら楽なのになとは思ってましたが、はい、企業に合わせた ES を作って、まずは書類審査をしてもらいます。で、まずその書類審査が通りました、合格しましたよってなったら、面接に行くことが多いですね。とか、企業によってはそこでグループディスカッションしますっていうところもありました。これ日本っぽい感じがするんですけど、グループディスカッションって、一次審査、書類審査通った学生たちがランダムにグループに分けられて、あるテーマでディスカッションさせられるんですね。で、時間が決まってる。で、最後まで結論を出しましょうっていうアクティビティなんですけど、そこで企業が何を見てるかっていうと、その子がグループでディスカッションする時の役割とか、話し方とか、ディスカッションの進め方とか、性格も見えるかもしれないし、人柄も見えるかもしれない。そういったところを見られてるんですよ。怖いですよ。私も何回か経験したことがあるんですけどね。大学生目線から見ると、なんか役割、自分がどの役割になればいいかっていうのを考えながら、他の学生も知らない学生ですよ。知らない学生とコミュニケーションしていくんですよ。私じゃあ、タイムキーパーしますね。私じゃあ書記しますね。みんなが言った意見まとめていきますねとか、じゃあ私リーダーしていきます。このグループディスカッション進めますねとか、役割をね、模索しながら決めていくんですよ。本当に。なんか、変な時間、変な時間でしたよ。はい。そういったところで企業は、この子はこういう、長所があるなとか、はい。そういったところを見られています。で、それ通過したら、さっきも言った面接があるんですけど、面接もいくつか種類があって、グループ面接と個人面接があります。グループ面接は、グループディスカッションのように、知らない学生が一つの部屋に入れられて、何人ぐらいかな？ 5 人とか、5人ぐらいが多かったかな？私の経験では。5人ぐらいがね、椅子を横に並べられてるようにそこに座って、で、向かいには面接官が、企業のね、採用担当が何人か並んでて、
で質問をされて、ではじゃあ森さん、私森ですけど、森さんからどうぞって言って答えていって、じゃあ次のお隣の方どうぞ。はい、次の方。じゃあ次は反対から答えてくださいって反対側の人がラララって答えたりとかね。あと挙手制もあるんですよ。じゃあ、この質問答えたい方いますかって言ってパッてみんな手を挙げて答えるとか。はあ、それも本当にもう嫌な時間でしたが、あれ何が嫌かって大学生目線で言うと、順番に答えていくと自分の意見と被ることもよくあって、うわそれ私言いたかったのに取られたとか、めっちゃ似てるじゃん、どうしよう、なんか変えた方がいいかなとか、うわこの人めっちゃいいこと言ってるけど私の回答しょぼいなとか、しょぼいっていうのはクオリティが低いなっていうね、とか、いろんなこと考えてすごく緊張する時間でしたね。個人面接は皆さんも経験があるかと思うんですが、1対1で企業の採用担当の人1人で私1人で面接するっていうのもね、ありました。はい。こういったいろんな企業によってステップがあるんですけど、ステップを乗り越えてついに採用通知が来るっていうね。わあ、大学生にとってはね、働いた経験がない人が多いですから、何をすればいいのかよくわかんないままやってる子が多いんじゃないですかね。私もそんな一人でした。はい。いろんな企業を見て、ああ、こんなところだったらこんな仕事が将来できるかなとか、ああ、こんなかっこいい人がいるところで働けば私もいつかこんなかっこいい人になれるのかなとか、はい。私もいろんな企業さんを見て、で、最終的に一つ目の会社を選んだんですけど、なかなか、今思えば面白い経験だったなと思います。あの時じゃないとなかなかいろんな企業の採用担当の人と話したり、仕事内容を詳しく聞いたりすることってできないですしね。はい。いい面白い経験ではありましたが、不思議な経験でもありました。で、面接の時の服装がね、リクルートスーツっていうのがあって、大体みんな同じスーツを着るんですよ。黒いベーシックな。女性はスカートの人もいれば、パンツの人もいて、はい。あんまり目立たないような地味なリクルートスーツを着ましょうっていうのが、暗黙のルールとしてあります。はい。暗黙のっていうと秘密の、みんなは公に言わないけど、オープンには言わないけど、聞こえます？洗濯が終わりました。はい、何でしたっけ？そう、リクルートスーツね、着て、面接を受けるのが一般的ですね。はい。面白いですね。日本だけじゃないかな。こんな一斉にみんな用意スタートで採用活動とか就活が始まるのはね、どうなのかな。他の国で就活をしたことがないのでわかりませんが、ぜひぜひ皆さんの就活経験があればコメントで教えてください。はい。では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。